現在も続く芸妓の町。明治時代に大火で消失するも、今も残る江戸時代の町並み。運が良ければ、聞こえてくるらしい三味線と太鼓の音。ここは、石川県金沢市にある、広小路バス停です。今回の深掘り旅は、西茶屋街です。Google マップで金沢駅周辺を見ていて、西茶屋街を発見したので、行ってみようと思います。解説役は、僕、スクッチです。聞き役は、僕、やっち。それでは、旅ロボの深掘り旅、スタートです。旅ロボの、深掘り旅。広小路バス停から西茶屋街までは、約230メートルあるそうです。寺町寺院群っていうのもあるんだね。寺町寺院群も気になりますが、今回は行く時間がなさそうです。広小路バス停から西茶屋街まで、徒歩だと少し面倒なくらいな距離です。茶屋街は、芸妓遊びなど、大人の社交場として栄えた、江戸時代からの歓楽街のことだそうです。あれ？これって芸妓って読むんじゃないの？芸妓と読むこともあるようですが、芸妓が正しいみたいです。読み方は書いてないようですが、金沢芸妓のサイトのドメインは、金沢芸妓 .jp です。金沢芸妓の伝統は、今でも続いてるそうです。西茶屋街に到着しました。西茶屋街がある石川県金沢市は、だいたい赤丸のあたりにあります。西茶屋街は赤丸のあたりです。金沢駅から離れてるので、バスで行くことになります。金沢には茶屋街が3カ所あって、金沢三茶屋街と呼ばれるそうです。そのうちの一つが、西茶屋街です。他に、有名な東茶屋街と、旅ロボ的におすすめな数江町茶屋街があります。数江町茶屋街は、別の動画で深掘りします。公開後に、この動画の概要欄にリンクを貼る予定です。西茶屋街の入り口のところにある説明では、いつから西茶屋街と呼ばれてたかはよくわかりません。文政3年、1820年に、石坂茶屋町ができて、営業を開始したとのことです。その後、廃止されたり、また許可されたりがあって、現在に至るということみたいです。西茶屋街の入り口には、大門があって、番所も置かれていました。茶屋街の象徴でもあったそうですが、今はなくなっています。かつては、この辺に門があったということでしょうか？西茶屋街の成り立ちについて詳しく調べたところ、さっきの茶屋街の説明とは違うものが出てきました。それによると、茶屋街は、花町と遊郭で構成されていたそうです。また、別のサイトによると、西茶屋街、花町の近くに遊郭があったと書いてありました。その遊郭の名前が、石坂遊郭だそうです。花町と遊郭の違いは何？花町は芸妓がいるところで、遊郭は将棋がいるところとのことです。現在西茶屋街とされてるところは、花町があったところのようです。ここにも、西茶屋街の解説がありました。この絵にある黒い門が、大門だと思います。西茶屋街は、明治13年、1880年の大火で、その一帯が消失しています。でも、半世紀以来のお茶屋の伝統的な街並みは、大火後も踏襲されて、現在まで残ってるとのことです。夕暮れ時には芸妓衆が行き交うみたいなので、そのくらいの時間に来るのも良さそうです。この絵や、大門があったという情報から想像できるように、花町や遊郭は、塀や堀などで囲われていたそうです。遊郭の郭は、廓とも読みます。廓は彦根城の動画でも少し触れていますが、囲いという意味があります。西茶屋街は、堀で囲まれていたそうです。そして、金沢城の西にあったことから、西の廓と呼ばれていたみたいです。西廓と書いてあるところもありました。読み方が書いてなかったので正確にはわかりませんが、西の廓、西廓だと思います。ということは、東茶屋街は、金沢城の東にあったから？そういうことみたいです。金沢の茶屋街は、金沢三茶屋街として知られていますが、最盛期には5カ所の遊郭があったそうです。東新地、西新地、北新地、数江町、愛宕の5カ所です。それらと花町の関係はよくわかりませんが、遊郭と花町が完全に分かれてたわけではなさそうな雰囲気です。西新地が西廓で、北新地が西廓の北側にあったそうです。別の情報によると、北新地は西廓の西側になっていました。遺構があるとされる場所から考えると、西側にあったような気がします。東新地、西新地、
数江町が、現在の東茶屋街、西茶屋街、数江町茶屋街です。さらに詳しく調べると、明治9年、1876年に、芸妓と将棋が明確化されたという情報を見つけました。明確化される前に茶屋街が成立してるので、花町と遊郭の情報が混ざってる感じになってるのかもしれません。この西茶屋街は、東茶屋街に比べると小規模です。その理由として、芸妓と将棋の割合が関係してると考えてる人もいるようです。芸妓が住むエリアの大きさが、現在の茶屋街の規模に関係してるという推測だそうです。西茶屋街には、西茶屋資料館があります。令和6年、2024年9月時点で、入館料は無料で、開館時間は9時から17時になっていました。西茶屋資料館は、大正期の作家、島田清次郎が過ごしたお茶屋、吉米楼の跡地に建てられています。1階は島田清次郎に関する資料の展示、2階は当時のお茶屋の様子が再現されています。時間があったから入ってみたけど、1階を見てあれって思ったよね。期待してた西茶屋街に関する資料とかがないって。島田清次郎に興味がない人は、2階に直行してもいいかもしれませんね。西茶屋資料館の先に、古い洋風な建物があります。これは、西鍵盤事務所です。西茶屋街の芸妓たちの稽古場や管理事務所として、大正11年、1922年に建てられました。大正時代になってから建てられたから、洋風建築になったんだと思います。正面は洋風建築ですが、奥には稽古場のある和風建築が繋がっています。大正時代から昭和時代の初めにかけて、子供に特別の授業をする教室としても使われてたみたいです。平成15年、2003年に、国の登録有形文化財に指定されています。この西鍵盤事務所の建物は、現在でも芸妓の稽古場として使われてるそうです。三味線や太鼓の音が聞こえてくることもあるとのことです。西鍵盤事務所の横の道を行くと、寺町寺院群に行けます。今回は時間の関係で諦めましたが、機会があったら行ってみたいと思っています。豆腐アイスを食べて休憩。気温は高めでしたが、豆腐アイスがなかなか溶けなくて、スプーンで削りながら食べた感じでした。豆腐アイスが買えるのは、中谷豆腐さんです。調べたら、豆乳ソフトもあるみたいですが、見落としていただけでしょうか？ 4 月から10月の限定販売みたいなので、販売期間に行くことがあったら、確認しようと思います。ちなみに、中谷豆腐さんは、西鍵盤事務所の隣です。西鍵盤事務所の横の道を、寺町寺院群とは反対方向に行ってみます。右側に古い建物、左側に新しい建物となっています。動画編集中に分かったことですが、一坂遊郭はこの道を進んだ先だそうです。知識がないと、遊郭があった場所だとわからない感じでした。興味がある方は、調べてから行った方がいいと思います。西茶屋街の裏通りみたいなところにも、古そうな建物があったりします。旧町名のような石碑も立ってたりします。西茶屋街の雰囲気を楽しむならさっきの通りを見て、歴史を楽しむならこの辺も、という感じだと思います。西茶屋街は、東茶屋街より人が少ないから、茶屋街をゆっくり見たいなら、西茶屋街の方が良さそうだね。東茶屋街の動画は近いうちに公開予定ですが、人がたくさんいて、撮影が大変でした。金沢さん茶屋街を全部巡ると、それぞれの違いとかも楽しめると思います。ということで、今回の深掘り旅、西茶屋街はこれで終わりです。それでは、また別の地でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価で、僕たちの旅を応援してくれると嬉しいです。